2時前です。これからでお、来た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 。僕のにつけて。俺いつも通るの大変だから僕のつけないの。Thank you。なんか3人でウーバーに乗るっていうの初めて。やだよ。なんだよ。ウーバーの運転手さんも喜んでくれて。We're going to the airport. Yeah. So usually in the morning. Yeah, Empress, yeah. You speak French? Me? Yeah. Yeah, I speak French. Yeah. I speak French. I speak Spanish. Because my dad from Cuba. Oh, okay. Yeah. My dad just like your calling. Oh, okay. Omeseso Tomata. おめでとうございます。Ometeto Ozamas. Okay. Alright. Okay, thank Yeah, you. Thank right you there. very much. Let me give it to you right there. Wait a second. はい、うさ。運転手さんでよかったね。感じよかったね。これからですね。いやフランスの方に行きます。よかったね。こっちはさっきこっちだったよね。もうちょっ先行って。と。はーい。行ってきます。いいよいいよ。ついにこんな大きなワンちさんが来てます。今回から TSA プリというですね、ちょっとお金を払ってそのチェックインというか中に入る時の荷物検査がすごく楽になるというのを体験なんですけど、どうでしょうね。だけどそこは撮影ができないので後でお伝えします。入り口が2カ所ありますよね。この右側の TSA プリチェック、今日はこちらなんですということで簡単に入れるということなんですが、ちゃんとここにねボーディングパスに書いてもらわないとダメということで行ってきます。バオバオはね、ここにさ前スタバがあったんですよ。バオバオはね、虫の屋さんなんだけど。大体ねボストンのねこういう空港ってね電車さんとかボストンとかお土産が多いですね。みんなそういうの買って帰るんだよね。なんだよね、こういうとこにさ、なんかキャロットとかさ、なんかこれ最悪。どこのこの間これ食べてたんだよ。キンダーの給食みたいな。僕さ、この間さ、日本ロサンゼルス経由でまあサラミとチーズならこんなとこにもさ、チャイニーズのさ、雰囲気が出てきてさ、すごくない？最高にだよ。リーガルシーフード、まあボストンによくあるお店ですけれども、それが空港にもありますね。みんな飛行機を待ってる時間にここでいっぱい飲んだり食べたりということですね。ということで少しここで時間を過ごそうと思います。カメラでやってます。まだ明るいですね。ここからですね、ゆっくり座ることができまして、景色がいいですね。あとまだね、すごい時間あるんだよね。意外と空いてるんですよね。やっぱなかなかこのサンクスギビングのウィーケンドになかなか海外の人が少ないですね。そうだね。あとちなみに、1時間半以上あります。でもいいよ、もう遅れるよりいいよ。もうギリギリでさ、だってさ、前に私ロサンゼルス経由で日本帰った時に朝3時にさスタバに100人並んでたんだけどさ、そういう時もあるのでね。酒飲み親子。
グラスがすごくいいの。すごい飲みやすいグラス。サミュエル・アダムスっていうこう This is Boston っていう飲みやすいんだ。こういうのさ、日本のママが見ると、あ、いつもお酒ばっかり飲んでるのねって言われそうだけど。ぬるいに決まってんじゃん。スープってのはぬるいもんなんだ、アメリカン。まあまあ。すごいね、この食欲どっから来るんでしょうね。すごい、すごい。サーモンの BLT。私はもういらないです。エアフランス、久しぶりのエアフランス。あ、そこ空いてるね。あ、ここだ。どのところに座った方がいいんだよ。今日は。同じように開けてる。なんかもう雑多な雰囲気ですね、これね。皆さんざわざわしています。一応マスクしてます。やんなくてもいいってね、今アナウンス終わったんですけどね。一応今ね、映画見始めました。止めて。すごいお金かかってるの、コマーシャルみたいな。非常口はこうですよみたいな。ほらほら。マイクさんこれやってるとこやってる。うわ、すごいすごいすごい。すごい綺麗。ボストンの夕日じゃない、ボストンの夕景です。ボストンの夜景がすごい綺麗。だってさ、あんまりさ、ボストンの夜景ってさ、見ないじゃん。いつも朝出発だからさ。綺麗。いい匂いがしていますよ。フランスのチキンとポテトサラダです。とシャンペン。イエーイ。美味しい。シャンパンタイ。これは冷たい朝食って書いてありました。日本語で。面白くない？ブレックファストなんだけど、でも可愛いのこれ。ね、どうぞ召し上がれって、ほら可愛くない？さすがエアフランス。何が入ってるの？めっちゃ可愛い。なんか大したもの入ってないのね。ヨーグルト入ってない。ヨーグルト入ってるじゃない。これヨーグルトじゃない。じゃないの？ヨーグルトじゃない。この真ん中。オレンジジュース。オレンジヨーグルト。あともう1時間しないぐらいで着きます。スチュワードさんです。すぐ着きます。着陸タイムです。飛行時間は約5時間25分。ワクチンパスポート見せるとないし、33番。そう、33。無人のイミグレーション初めてでした。パスポートを置いたらドアがスッと開いて、そのままドアがまた閉まって開いてみたいな早かったですね。今もう飛行機降りて10分ぐらいでもうバゲージクレームまで来たから。33番、ここだ。荷物を取らないと。じゃあ、はい、荷物が全部参りました。全部荷物取れました。はい、荷物が全部
届きました。よかったです。これが届かないとね、本当不安な一日になっちゃいますんで、よかったよかった、早かったね。やっぱり季節パリだね。イヴ・サンローランのコマーシャルがドカーン。はい、空港の外に出ます。パリです。外に出ました。やっと着いたね。なんか5時間あっという間だったけど、5時間半。ここからね、パリに行くタクシーはこちらのようです。おじさんが詳しく教えてくれたタクシーはこっちだよって。パリに行くタクシー並んでるね。やっぱり外寒いね。そしてまだ真っ暗。今時刻6時半ぐらいなんですけど、朝のまだ真っ暗ですね、外がね。結構並んでますね。でもずいぶんスムーズにね、ここまで来ました。ホテルに向かいたいと思います。タクシーどれぐらい並ぶかな。今これぐらい並んでます。来ました。このタクシーで行きます。空港を後にします。これからホテルに向かいます。すごいオーガナイズされてるね。18年前に来た時さ、カートがめちゃくちゃあったもんね。で、その次にドイツ行ったらピシッと並んでて、全部自分のと思ったけどね。はい、1年ぶりのパリです。1年ぶりのパリです。朝のパリの様子をお届けしております。もうパン屋さんとかカフェとか開いてますね。だんだん明るくなってきました。この辺だんだん中心街に向かっているんだと思います。車が多いですね、やっぱりね。やっぱり大都会。着きました。今日は今回はここのホテルです。ちょっと変わったホテルなんですよね。アートっぽいというか、昔のレコードとかが飾ってあったりとか、面白いんですよね。ホテルのロビーにこういうカセットとかレコードとか不思議な感じですよね。レトロな雰囲気です。ここがレストランですね。ナッツがあってフルーツがあります。あ、ヨーグルトがある。あ、ソーセージとハムがあります。結構バラエティに富んでるんですけど、ワッフルもあるよ。これ薄くて美味しそう。私はね、やっぱりクロワッサンをいただきたいと思います。泊まってるホテルのクロワッサンをちょっといただいてみようと思いますね。どうでしょう。これさ、すごいなんか綺麗じゃない？この入れ方。ちょっと綺麗な、アメリカにはないような飾り方ですよね。見てこれ、ほら、このハムのさ、形可愛くない？ハムが可愛いです。サラミがいいかな。これなんだろう。これはポテト。あ、ポテトですね。ほら。ポテト。うん、可愛らしいちょっとブレックファストになりました。どうですか？カフェオレがね、あったかくてね、嬉しい。やっぱりパリといえばカフェオレでしょ。写真の写りがすごくいい。可愛いね。お部屋はこんな感じです。
ね、広くてブルーでちょっと素敵な感じです。そしてここがバスルームになります。おお、ちゃんとねバスタブがありまして、そしてこっちにもう一つシャワーがあります。おトイレはこちらの部屋別々になっております。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!